どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は毎年恒例の今年買ってよかったものを紹介していこうかと思います。今年はね、たくさん良いお買い物ができましたので、買ってよかったものを3回に分けてお届けしているんですが、今回がラスト3回目ということで、今年買ってよかった生活雑貨やインテリア関連アイテムを紹介していこうと思います。では早速いってみましょう。今年買ってよかったもの、まず1つ目はこちら、パーフェクトワンフォーカスのスムースクレンジングバームです。これは寝る前の洗顔で使っているクレンジングバームなんですけど、これ使うと本当ね、顔がワントーンアップしたような感じになって、すっきりもちもち状態で心地よく眠れます。これ一つで洗顔、毛穴ケア、角質ケア、保湿までしてくれちゃうというね、まさにオールインワンなクレンジングバームになってまして、でもちろんメイクされる方はメイク落としとしても使えます。中はね、こんな感じの炭みたいな真っ黒なんですけども、これを適量手に取って伸ばして、肌にこう塗って、顔に塗って伸ばして、くるくるマッサージしながら毛穴の汚れになじませるようにして、で最後ね、お湯で洗い流すだけで小鼻の黒ずみとかまでしっかりきれいに洗い流してくれます。これ本当ね、実際使ってみると効果がね、一目でわかると思います。本当顔がこうワントーンアップしたような、パッと明るくなった感じになります。でこれ香りも結構良くて、オレンジとかベルガモット系でいい香りなので、これで寝る前に洗顔するとこの香りも心地よくてね、寝る時もぐっすり眠れます。寝る前の洗顔とかめんどくさくてあまりやってこなかったんですけど、これをね、今年の Amazon プライムデーで買って使ってみたらめちゃくちゃ良かったので、寝る前の洗顔がむしろ楽しみになってきています。これね、おすすめです。本当に買ってよかったです。はい、その中で買ってよかったもの、まず1つ目はこちらのスムースクレンジングバームです。で続いての買ってよかったものはこちら、コズリのドラム式洗濯機掃除ブラシです。うちにもね、今年初めてドラム式洗濯乾燥機を購入しまして、あれはね、今年一番買ってよかったものなんじゃないかってぐらいにね、使いまくっている便利家電なんですけど、そんなドラム式洗濯乾燥機の扉の裏のパッキン部分、溝を掃除するブラシですね。うちはアクア DM10R というのを使っていて、でパッキンの自動洗浄機能もあれついてるんですけども、これがね、割と完璧ではなくて、何度か使っていると溝にホコリが溜まってきてしまうってことがあるんですよね。そんな時にこのブラシを溝に這わせてホコリをかき取ることで、パッキンの裏をきれいに保つことができます。この柄の部分が折り曲がるし、で先端のこのブラシの部分もちょうどいい硬さなので、パッキンの裏だけではなくて乾燥フィルターとか排水部分の糸くずフィルターとかにも使えるので、これ一つあればドラム式洗濯乾燥機のお手入れがね、かなり楽になって故障もしにくくなります。ドラム式洗濯乾燥機はメンテナンスがとても重要と聞きますので、これもね、本当に買って使ってみてよかったですね。おすすめです。で続いての買ってよかったものはこちら、レックの激落ちくんトレループプレミアムです。これはこういった感じで引き出しますとモップになっていて、ハンディワイパーとして使うことができます。でハンディワイパーとしても使えますし、このように柄がぐぐっとね伸びるので床掃除にも使えるし、高いところの家具とかの掃除にも使えますね。で先端部分はこんな感じで折れ曲がるので、エアコンの上の掃除とか、そういった高いところを手が届かないとか、まっすぐだとね届きにくいところまでくまなく掃除することができます。さらにこのトレループいいのがこのケースなんですよね。このケースがこう開きますと、ここにですね、こういうスポンジがついてるんですよね。ザラザラのスポンジがついていて、これがクリーニングスポンジになっていて、でこのモップでホコリ掃除をした後にこのケースの中に入れてこう出し入れすることで、先ほどのケースの中のスポンジがワイパーについているホコリをねかき取ってくれるんですよね。なので毎回このワイパー、モップのホコリがない状態で、綺麗な状態で使うことができます。これね、今までなかった発想なんじゃないですかね。めちゃくちゃ便利です。はい、そういった機能付きのこちらの激落ちくんトレループプレミアム、これからね大掃除とかまたしようと思ってますけど、そんな時にも役立ってくれそうです。めちゃくちゃおすすめ。これもね買ってよかったですね。はい、どんどん行きましょう。続いての買ってよかったものはこちら、山崎実業のウォール流せるトイレブラシ&替えブラシホルダーです。スクラビングバブルのトイレブラシとブラシのストックを浮かせて収納できるケースです。ケースごと石膏ボードの壁に取り付けることができるので、ケースが浮かせられるのでケースの下も掃除しやすいですし、ブラシってね丸出しだと見栄え的にも良くないし、ホコリもつきやすくて嫌だったんですけど、これであればケースの中に隠すことができるので、すっきりとした見た目にできるだけではなくて、ブラシをいつでも清潔にきれいに保つことができます。これもね買ってよかったですね。で続いての買ってよかった
かったものはこちらです。日経産業のマジッククロス8プッシュマジックです。これは先ほどのトイレブラシケースみたいな石膏ボードに刺すピンを簡単にまっすぐ折り曲げさせることなく刺すことができるツールです。これ今ビニールに入ってますが、こういった石膏ボード用の細いピンって普通はねコインとかで押し込むんですけど、これね刺したことあることはわかると思うんですが、コインだとね結構指の力がいるし、まっすぐ刺さらなくて途中でね折れ曲がってしまったりするんですよね。それがこれを使うと軽い力で簡単にまっすぐ刺してくれるというねツールです。この部屋のあちこちに無印良品の壁につけられる家具とかこうピンで留める家具をねたくさんつけてるんですけど、これがあるだけでねピン刺しがめちゃくちゃ楽になりました。でこのプッシュツールとこのピンとこの実際ピンで留められるフック、これらもセットで Amazon とかで買えます。家の中で石膏ボードピンをね使う予定のある方はね、ぜひこちら使ってみてください。ほんと格段にピンが刺しやすくなります。これもね買ってよかったですね。続いての買ってよかったものはこちら、プレムのシャンプーディスペンサーセットです。お風呂の壁にマグネットで取り付けられるディスペンサー3本セットです。これにシャンプーとコンディショナー、ボディーソープを入れて僕は使っています。これいいのが抽出口が下についているので、このようにレバーをつまむようにすると手のひらに液体が出てくるような仕組みになっています。下から出てくるのでポンプ式のように吸い上げる仕組みではないので、液体が容器の中に残りにくく、片手で楽々最後まで抽出することができます。あと粘度の高いコンディショナーなんかを入れるときは付属の液残り削減パーツっていうのがあるので、これを入れておけばさらに液残りしにくくなるようにもなっていて、今まで使っていたポンプ式のものに比べて格段に使いやすくなりました。これもねほんと使いやすくておすすめです。プレムのディスペンサー3本セット、こちらもね今年買ってよかったです。今日紹介する商品は全てね概要欄にリンク貼っておきますので、気になるものがありましたらぜひチェックしてみてください。続いての買ってよかったものはこちら、ママクラの水切りネットホルダーです。キッチンのシンクに浮かせて取り付けられる水切りネットホルダーです。うちのキッチンのシンクはディスポーサーがついているので、細かいものなんかは全部それでね粉砕してしまうんですけども、ディスポーザーに入れられないものとかもありますので、そういったものは水切りネットに捨てています。で今まではシンクの内側に吸盤で取り付ける三角錐のコーン状のね水切りをつけていたんですけど、これ使っていると結構ねぬめりとか汚れが目立つようになってきますし、あとね生ゴミを入れすぎたりすると吸盤ごと外れてシンクに生ゴミが散乱してしまったりとかね、最悪なことが起きていたんですが、これはね結構強力な吸盤がついているので、シンクの縁の好きなところに取り付けられて、今までね一度も外れたことがないです。吸盤がねかなり強力です。フレームの四隅の爪に水切りネットをかけるだけなので、ネットの取り付けもとても簡単です。で生ゴミが溜まったら水切りネットごと捨ててしまえばいいので、三角コーナーみたく容器自体が汚れるってこともねないです。キッチンのいろんなストレスを解消してくれる嬉しいアイテムなので、これもねほんと買ってよかったです。で続いての買ってよかったものはこちら、ハリオ台湾の V60 ドリッパー限定カラーです。ハリオ V60 っていうコーヒー屋さんでもよく使われている定番のコーヒードリッパーがあるんですけども、これはその V60 の台湾ハリオの2021年の限定モデルです。コーヒーの世界大会のチャンピオンの台湾人のバリスタの方とのコラボモデルだそうで、このねオレンジカラーに一目惚れして購入しました。これ5月に台湾の高雄に旅行に行った時にフォーミュラーコーヒーというねとてもコーヒーが美味しくておしゃれなお店に入ったんですけども、そこで使われていたドリッパーなんですよね。でもうその場で一目惚れしてめちゃくちゃ気になったので、お店の方にこれはね売り物ですかって聞いたら、これはね限定品でうちではね取り扱ってないんですよってことだったので、いろいろ調べてオンラインで台湾から取り寄せました。ハリオの V60 って限定モデルとかコラボモデル結構出てるんですけど、だいたいこれの大きい方で1杯から4杯の大きいサイズの方のコラボモデルばっかりあって、このね 1,2 杯を小さいサイズのコラボモデルってねなかなかないんですよね。このサイズでオレンジのドリッパーが良かったのでやっと見つかったという感じでした。これはねめちゃくちゃ気に入っています。本当ね毎日使っているお気に入りのドリッパーです。こちらもね買えて良かったですね。ハリオの限定カラーのコーヒードリッパーで、続いての買ってよかったものはこちら、ヘミングスのゴミ箱ポーチポイです。これはバッグの中身の動画でも紹介していますが、持ち運べるゴミ箱ですね。この口の部分の両端を押すことで中に鉄板みたいなのが多分入っていて、このように開けることができるゴミ箱ですね。ゴミ袋ですね。でこの中にティッシュとか飴の袋とかちょっとしたゴミを捨てることができます。本当ね東京はゴミ箱が街中にないので、こういうの持っておくと便利なんですよね。
でこれあとねこちら側が反射するリフレク素材になってるので、付属のねカラビナもついてるのでバッグとかにつけておけば夜道でもねここに光が反射して安心です。普段使いにもいいし、ワンちゃんとのお散歩の時にもいいと思いますし、あとお子さんのカートとかにつけたりとか用途はいろいろあると思います。これもねめちゃくちゃおすすめです。買ってよかったです。ここからは買ってよかったインテリアアイテムをいくつか紹介していきます。まずはこちら、奏で物のザ・カフェテーブルです。この部屋に引っ越してきて前の部屋より少し広くなったのでダイニングテーブルを置きたいなと思っていて、こちらのねテーブル選びました。ここで毎日食事をしたり MacBook で作業をしたり YouTube を撮影する時にも使ってます。奏で物は天板と足のカラーを選んで組み合わせられるんですけども、こちらの天板はリノリウム素材のペブルというね淡いグレーのカラーを選びました。で縁の部分はオーク材になっていて、足はホワイトの4ピンにしました。今の部屋の色合いにも合っていて、これね本当に買ってよかったですね。でこのカフェテーブルと一緒に使っているのがこちら、ノルのチェスカチェアです。憧れのチェスカチェアをついに迎え入れました。これも色選びめちゃくちゃ悩みまして、このビーチっていうフレームの部分がブラックとライトカラーがあって、これはライトなんですけど、よく見るのはブラックの方だと思うんですが、この部屋にはねこっちが合うかなと思ってこのライトビーチの方を選びました。これもねインスタで結構いろんな方に意見を求めたりして結果こちら選んだって感じなんですけども、ライトの方だとね経年変化も楽しめるらしいので、これからの色合いの変化なんかもね楽しみです。このシルバーのフレームと足の曲線、頭張りの座面、本当に美しいですよね。めちゃくちゃ気に入ってます。これも本当に買ってよかったです。続いて買ってよかったインテリアアイテムはこちら、無印良品のステンレスユニットシェルフです。うちではねご覧の通りこちらをコーヒーコーナーとして使っています。僕は毎日自分でコーヒーとかエスプレッソとかをドリップして飲むんですけども、ハンドドリップする時も豆を引くところからドリップするところまで全てこのスペースで完結できるので、とてもコーヒーエスプレッソが入れやすくなりました。でさらにこの上の壁に無印良品の壁につけられる家具を取り付けていて、ここにドリッパーとかコーヒー豆も並べて置いておけるので、かなり使い勝手がいいコーヒーコーナーになりました。なのでこのステンレスユニットシェルフを買ってよかったというより、このコーヒーコーナーを作ってよかったという感じですね。こちらをね購入して組み立てた時の様子も動画にしてますので、気になる方はねぜひそちらも見ていただけたらと思います。この辺にリンク出しておきます。はい、そういったわけでこちらのステンレスユニットシェルフ、これもね買ってよかったですね。で続いての買ってよかったものはこちら、ニトリの人工芝パネルです。この部屋にはちょっとしたルーフバルコニーがついてるんですが、ここをねこのこたつの小型ドッグランにしたいなと思いまして DIY した時に使った人工芝パネルですね。最近はね寒くなってきたのでバルコニーにはあまり出ませんが、秋ぐらいはもう毎日ここでねこたつと遊んでました。1枚が30センチ四方のパネルになっていて、これをつなぎ合わせていくことで簡単に設置できるので、1人で作業してもだいたい1時間ぐらい、撮影とかしながらでしたけど1時間ぐらいで終わりました。これね見た目も結構リアルで踏み心地もとても良くて、もうこたつも喜んでますが、僕もねよく裸足で歩いたりしてましたね。本物の芝生の上を歩くみたいに柔らかくて気持ちよくてね最高です。でこのバルコニーは雨ざらしになってるんですけど、今のところは目立った劣化とか水はけが悪いとかね、そういった問題とかも全然ないので、あとこれによって虫が出てきたりとかそういうのもね体感としてはないので、本当これね使ってよかった、選んでよかったなと思いました。で僕購入したのはねこのニトリの人工芝パネルなんですけど、同じようなものがね OEM というか楽天とか Amazon とかでも買えると思いますので、ニトリが売り切れになってることが多いので、今すぐ使いたいという方は楽天とかねそういったところから購入いただくのがいいと思います。こちらも概要欄リンク貼っときます。はい、そういったわけで買ってよかったもの、最後はこちらの人工芝パネルでした。はい、今年の買ってよかったものは以上です。はい、そういったわけで今日は2025年に買ってよかったものの紹介動画第3弾をお送りしました。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。今年はねこの動画が最後になります。皆さん今年1年どうもありがとうございました。また2026年も購入品レビューとか Vlog とかも撮って公開していきますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。